こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業系のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして年金について解説をしていきたいと思います。2025年は年金改革の年になっておりまして、そこに向けて様々な議論が進められております。そんな中で新たに出てきた問題というのがあります。いわゆる団塊ジュニアと言われる世代の方たちの困窮が予想されてきたということで、この方たちの困窮を救うために年金を増やしていく必要が出てきた。その結果、もしかしたら年金が3割増えるかもという話になってきます。では3割増やすためにどのような対策を打っていくかというと、今現状議論をしている段階ですので確定ではありませんけれど、その方法の一つとしてマクロ経済スライドと言われるものがありますけれど、その前倒し終了というのが浮上しております。今回の概要ですけれど、まずは年金の仕組みと困窮世代、団塊ジュニアの状況について見ていきたいと思います。そして今現状年金支給においては年金の支給を抑制をする仕組みというのをとっています。日本ではマクロ経済スライドという方式をとっていますので、このマクロ経済スライドについて簡単に説明していって、どのような対策をとっていって困窮を救っていくのかというところ。そして今回のこの困窮対策の他にですね、2025年の年金改革のその他の上がっている改正案について見ていって、最後に注意点とまとめという形になります。まずは年金の仕組みと困窮世代について見ていきたいと思います。今の日本の年金制度2階建てという形になっております。1階部分に関しましては国民年金、基礎年金と言われる部分で20歳から60歳までの方が加入をするものになっている。さらにですね、その上で会社員ですとか公務員の方については厚生年金保険に加入をすることになりますので、2階部分という年金がある。さらにですね、任意ではありますけれど、国民年金基金ですとか、会社によっては企業年金、そして個人での任意ではありますけれど、いわゆるiDeCoと言われる個人型年金、これらを運用して3階建ての方もいらっしゃるかもしれません。こういった形で日本の年金は最大3階建てという形になっております。そして年金支給においてはですね、当然、受給という形で受給のバランスが必要になって財政運営が必要になりますので、この財政の運営方法につきましては付加方式と言われるものと積立方式と言われるもの2種類があります。日本ではですね、付加方式というのを採用しておりまして、今働いている現役世代の保険料をもとに今年金が必要な方に年金給付をするという方式をとっています。このような形で年金の財政のバランスをとっているんですけれど、今問題になっているのが団塊ジュニアと言われる世代の方たち。年齢でいくと50歳から53歳ぐらいの方たち。この方たちは2040年頃から年金を受給し始めることになりますけれど、この方たちの就職当時ですけれど、バブル経済崩壊の影響もあったりした関係で、就職氷河期世代にちょっとぶつかっているという状況で、その結果、正規雇用ではなく非正規雇用労働者で働いていた方もかなり多かったということで、その結果、将来年金をもらう老後の場合にですね、年金受給額が少ない可能性があり、困窮してしまうということが出てくる。従いまして、この困窮対策として年金の底上げの必要が叫ばれてきているといった状況になっております。では年金の底上げどのように行っていくのかといったときに、一つの案として出されたのがマクロ経済スライドと言われる年金を抑制する仕組みの改正という形になります。
年金財政はですね、給付と負担のバランスが非常に重要になってきてきますので、現役世代の保険料負担等が過度にならないように、収入と支出のバランスを保つ必要があります。したがって2004年平成16年の年金改革の時にマクロ経済スライドと言われる調整をする仕組みを導入しました。その結果、賃金や物価の改定率を調整をして年金の給付水準を調整するという方式をとっています。年金を調整する仕組みとしては、マクロ経済スライドの他に物価スライド方式ですとか賃金スライド方式というのがありますけれど、日本はですね、物価そして賃金を加味したマクロ経済スライドという方式をとっています。最近はですね、物価賃金いずれも上昇傾向にありますので、これをマクロ経済スライドに当てはめてみるとどういうことなのかと言いますと、賃金や物価というのが上がっていく。ただ年金の支給額というのは実際の賃金物価の上昇率よりも抑えて支給をするという形になるので、実質的には目減りするんですけれど、そこは現役世代のためにですね、年金受給世代に少し我慢をしてもらって財源確保ということで年金を抑制をしているということになっております。この年金の支給額を抑制する仕組みというのはですね、基礎年金、国民年金と厚生年金でそれぞれバラバラになっておりまして、国民年金、基礎年金については2057年まで現状のままだと続くと。そして厚生年金につきましてはもうそろそろ終わるということで、2026年に終了。厚生年金の積立額というのが非常に今潤っているという状況なので、もうそろそろ終了という形になっております。そんな中でですね、困窮世代の年金底上げのために、この基礎年金のマクロ経済スライドの終了時期を前倒しをしようという案が出てきております。2057年の終了を2036年、団塊ジュニア世代が受給をする前に終わらせて、年金の底上げをしていこうという案が出ております。今現状ですね、案の段階ですので確定をしたわけではありませんけれど、その結果、年金受給というのが3割増えるというふうに言われております。この他にもですね、2025年は年金改革が予定されておりまして、その他の改正案として出てきているのが、以前も動画でご紹介をしておりますけれど、在職老齢年金と言われるもので、60歳以降に働きながら厚生年金に加入する方については、賃金と年金額の合計額が50万円を超えた場合、超えた部分の半分は年金支給停止という形になっておりまして、今どのくらいの年金の支給停止があるかというと、約4500億円というふうに言われております。ここに関しても改正を検討しておりまして、この50万円という金額を62万円、もしくは71万円、もしくは廃止という案が出てきております。こちらはですね、やはり、高齢者の労働調整という形で人手不足対策といったところで、この引き上げもしくは廃止が検討されているといった状況です。またその他ですね、標準報酬月額の引き上げというのもありまして、今現状厚生年金の保険料の算定の基準となる上限が65万円となっておりますけれど、ここをさらに75万円から98万円の中で4案出ているようですけれど、いずれかにして少し引き上げをしていこうと。もちろん保険料負担は増えるんですけれど、将来もらえる年金は増えていくといった状況になっております。こういった形ですね、この他にも様々な年金改革は予定をされておりますけれど、今、ほぼ間違いなく実行されるだろうなと考えているのはこの2つぐらいかなというふうに思います。そして最後に注意点とまとめになります。先ほどのマクロ経済スライドの前倒し終了ということで、基礎年金の底上げを図っていくということですけれど、このマクロ経済スライド前倒し終了することでですね、平均取り賃金の基礎年金の割合というのがこのままいくと 25.5% なのが、前倒し終了によって 33.2% ということで3割増加というような表現になっています。
ただですね、マクロ経済スライド、年金の支給を抑制する仕組みを前倒しで終了しますので、それに対応する財源が必要になってくるということで、その財源、最大年間2兆円ほど必要になってくるということで、この財源確保が今非常に問題になっている。ここに関しましては、今議論の途中ではありますけれど、マクロ経済スライドがいち早く終わる厚生年金の方ですね、厚生年金積立金を振り分けるという案も出てきております。まだですね、いろいろ議論をしているところではありますけれど、2025年、年金改革の年になってきます。なかなか経済状況が厳しい中での将来の生活、そして人手不足といった状況、この2つの課題を克服していかなければいけない、そして財政とのバランスも見ていかなければいけないということで、非常に2025年の年金改革は難しい判断を迫られるという状況かと考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。